怪物たちは消え失せた。大丈夫？ね、ちょっとねえってば、起きてったら。再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合った時表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。多少ね。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。では、その時までごきげんよう。ごきげんよう。多少。少しずつ意識がはっきりしてくる。すぐそばに人の気配がする。あ、気がついた。気分はどう？ここは。ああ、よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。あの怪物は一体。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。どういう意味だ？私のお父さん小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの霧状グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。君のせいじゃない。どっちも選びたいなこれ。うん、でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ。
今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。おかえり。ただいま。病み上がりなんだし早く休んで。部屋は無事っぽかったよ。セブ。ああ。主人公を海に沈めてる。ねユリゾ先輩遅くなるって手続きとかいろいろやってくれてるみたい。明日は学校だけどあんま無理しないでね。休めよ、病み上がりぐらい。今日はもう寝ようぜ。おう。オース久々じゃん。どうした？腹でも壊してたか？つかちょっと聞いてくれよ。どうした？な、実はさ、と言っちゃダメなんだった。今のなしの話、なはは。マーク。朝から元気だね。ったく向こうからでも聞こえたよ。え？あれ、お二人さん同じ色なのに別出勤？バカじゃないの？もうそのネタはいいっつの。それでゆうきくん、もう体大丈夫？目が覚めて急にって感じで悪いんだけど、今日ね、理事長からあなたに話があるらしいの。放課後寮の4階に来てほしいんだ。忘れないでよ。おば、理事長に呼び出されるって休んでる間に何やらかしたんだ？違うっての。別に何でもないって。てか喋ってると遅刻するよ。まあやらかしたはやらかしたよな。もういいかな。もういいでしょマンモスは。あんなのでかい像だよ。そういうわけで石器時代は終わり。石ばっかりで先生飽きました。先生早く戦国時代あたりやりたいんだよね。あの辺まで行かないと燃えないでしょ。ちょっとわかる。まあお給料もらってるからやるけどね。大人って強いよね。でもさ、石器時代とかの方がさ簡単だよね。資料がないから。次は縄文時代。武士はまだか。というわけで仕方がないから適当に質問でもしようか。はい、じゃ目が合ったゆうきくん。縄文時代、人々がゴミを捨てていた場所、今では何と呼ばれている？貝塚。うん、どうそうだね。貝塚ね。昔の人は貝をよく食べていたんだね。まあ先生それに興味ないけどね。早く刀の時代に入りたいね。そうでないと先生身が入らないな。選んだ答えは正解だった。クラスのみんなから尊敬の眼差しで見られてる気がする。あのさ、やっぱり今日は一緒に帰らない？いいよ。うん、どうせ同じとこに帰るんだし、ちょっと心配で。昨日の今日で学校来て帰りにまた倒れたりしたら大変でしょ。半分は私のせいだと思ってるから、それぐらいさせてよ。だからほら行こう。無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってるね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。ん？ベッドの上に何か光るものが置いてある。あ？何これ？
あまり見慣れないものだ。とりあえず持っておこう。何これ。何これ。お、来たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。今後ともよろしく。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃない。なんて言ったら、君は信じるかい？なはは、まさかね。冗談がお好きなんですから。まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。隠された時間？隠されたというより知りようのないものってとこかな。でも影時間は毎晩深夜0時になると必ずやってくる。今夜も、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいる者を襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか？ははは。秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか。ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。そんな敵と戦えるのか？実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。なるほどね。なるほどな。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。わかった。よかった。あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。へへ。いやー、感謝するよ本当に。ああ、そうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、こりゃ怪我の巧妙だね。偶然のびのびってあれは調子いいというか。特別課外活動部に入部し、シャドウたちと戦うことになった。頭の中に不思議な声が響く。我は汝、汝は我。汝、新たなる絆を見出したり、汝、愚者のペルソナを生み出せしとき、我ら
さらなる力の祝福を与いい声。心に力が芽生えたの芽生え始めたのを感じる。これがイゴールという老人の言った絆の力なのだろうか。というわけで今日の話は以上だ。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だしゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ、分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー解散デー。よし、このままにしとくか。やあ、元気かい？意味は？前にもあったはずだよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。どうでもいい。なんか主人公の口癖になってしまった。どうでもいい。なんだよ、どうでもいいがこう代名詞の主人公って。どうでもいい。そっか。まあ君がそう思うならいいや。ごめんって。実は僕にもまだはっきりとは分かんないしね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃあまた会おう。サンデー。ねえ、いるもう寝てまーす。どうやら夜は眠ってしまったようだ。やばすぎだろこいつ。の？いるなら明日まで来て。真田先輩が呼んでるから。日曜日一日中寝て過ごした時の絶望感やばいよな。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したやつがいるんだ。おい、まだか？ちょっと待って、もう。順平？なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織順平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって嘘？何かの間違いでしょ？この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだから、こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで恥ずかしい。チョコパン。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうのを知ってた？てるよ。ならいいんだけどさ。まあこれペルソナ使いの常識だから。けどさ、
正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも知ってる顔いてホッとしたっつか、さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ。まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか。いやー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えばあの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね。なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所だ。おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。おっす。気合入ってるか。やっぱ誘ってもらってよかったぜ。陽の部屋は快適だしさ。マジ部屋広いよな。何より俺らだけが戦えんだろ、その敵とさ。嬉しそうだな。おいよ。やばい、どうでもいい選べばよかった。当たり前じゃんよ。正義の味方になって戦うとか誰だってテンション上がるだろう。絶対も何するかいまいちわかんねえんだけどな。まあそのうち何か連絡あるか。あと説明するっつってたし。マジ寝ちゃうかと思った。ちょっといいか。はい。今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。ほんと要件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。あれ、ユカリッチってキリ長先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さーて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろ。早いとこ帰ろうぜ。ようやく着いた。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中ヤバすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。つか俺腹減ったんすけど、この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。あ、今度でな。おお、分かってるって。よし、全員来たようだね。うっす、早速始めちゃいましょう。それじゃあちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけれど、最近トントン拍子に仲間が増えて今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、そのタルなんとかって何なんすか？タルタルソース。タルタロスね。
てか順平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。特別課外活動部はシャドウと戦うための集団だ。しかし影時間に現れるシャドウをただ闇雲に倒したところで根本の解決にはならない。その元を断つ、つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している。よくわかんねえっすけど、じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。だからタルタロスの探索は我々の最重要課題なんだ。シャドウは人知れずだが確実に社会に影響を及ぼし始めてる。世界の命運は君たちペルソナ使いにかかっていると言っても大げさじゃない。責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるぞ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。どうせほらペルソナは出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら0時になるぞ。怖っ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って。てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？ああ、きっといろいろあるんでしょ、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。明彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな。何度も言うな。これがタルタロス。ともかく中へ入ることにした。
中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺。お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹場もだが、エルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー？大丈夫。頼もしいな。手元の契約者の鍵は光ってる。どうしたの？奇妙な扉が佇んでいる。自動ドア。お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。さっきの扉は？あの扉はここへの入り口です。もっともあなた以外には見えぬものですがね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育ってゆく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意志で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再びまみえる時までごきげんよう。ごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。確か扉から。は？扉？わけわかんねえな。二人には扉が見えていないようだ。夢でも見てた？
なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。なんかリーダー、階段を登った先が迷宮への入り口だ。気持ちが固まり次第向かってくれ。よし。探索を始めるか。大丈夫だ。ではよろしく頼むぞ。緊張。おー、めっちゃ変わってる。いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。3人とも聞こえるか？先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え？中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルトロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。では行動開始だ。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。できる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。おお、切れた。おお、すげえ。わあ、無敵ゾーンだ。今作もあるんだね。いる。待て、前方にシャドウがいるな。竹場とイオリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。よし、まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。マーヤじゃないんだけど。こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。1つは君たちが持つ武器を使った方法。2つ目はペルソナの力を使った方法だ。ただペルソナごとに得て増えてもある。ペルソナの特性を知るためにも早速召喚してみてくれ。どうする？お、違った喋った。ここは違った。どうする？違ったここは違った。どうする？どうする？違ったしか出てこない。よし、綺麗だね。よし、ナイス受け。よし、やってやろうじゃんよ。え？見てろよ、これが俺の。何？なるほどね。なるほどな。レベル上がった。よっしゃー、どうよ俺のペルソナの力。はいはい、すごいすごい。よりよくやった。初めての実戦としては上出来だ。竹場、君も問題なくやれるはずだ。気負わず力を発揮してくれ。わかりました。はでは引き続き探索を頼む。あ、広いなあ。おお、いるいる。前方にシャドウだ。よし、さらに戦闘に慣れてもらおう。戦闘開始だ。各自注意を怠るなよ。マーヤじゃん。よし、次は敵を倒す有効な手段を試してみよう。多くの敵には耐性の低い属性弱点がある。弱点をつけば効果的にダメージが与えられる。それだけではなく敵をダウンさせることも可能だ。相手がダウンした隙をつけばさらに攻撃を仕掛けられるだろう。よし、弱点っすね。
ここも俺が。待って、ここは私がやる。額に当てて引き金を引くだけ。私だって。やる。おお、ゆかりっちもやりますな。その調子だ、竹場。次は君も試してみてくれ。よし。見事だ。うまく敵の弱点をつけたな。そのまま残りの敵を倒してくれ。マヤー、マヤー。できた。私にも。見事だ、竹場。期待通りの活躍だった。思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだから。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったな。この2人の覚醒じゃないけどイベント入れんのいいな。リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。あれ、なんか箱みたいなのが見えるんですけど。ああ、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。積極的に確認して活用するといい。おお、つまりは宝箱ってことっすね。よし、そういうことなら早速開けてみようぜ。有益なものが入っていたようだな。使い道は君に任せよう。意外しの玉と反言語。シャドウがいるな。まだこちらに気づいてないようだ。ちょうどいい。そのまま背後から仕掛けてくれ。うっかり敵の前に出るんじゃないぞ。えは順平、ゆかり。うわー、まずい。敵に発見されるぞ。一旦引くんだ。やれやれ。敵に見つかるところだったな。戦闘に慣れてきたからといって油断は禁物だぞ。幸い敵はこちらに気づいていない。もう一度背後から仕掛けてくれ。親切絶景。次は敵をまとめて倒す戦法についてだ。まずは敵一体の弱点をついてくれ。ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。急に硬くなる。もう一体もダウンさせろ。そこから総攻撃に移るぞ。総攻撃？ああ、敵全体がダウンした隙をついて味方全員で一斉攻撃を仕掛けるんだ。当然敵はこれを避けることができない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。おお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。レッツゴー。今だ。一気に畳みかけるぞ。行こう。こう。まあや。おお、かっこいい。ディア、なんで？見たかシャドウ、俺らの華麗な総攻撃。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないな。戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。あ今目の前に羽が落ちてきてびっくりした。おお、いるいる。前方、さらにシャドウだな。先ほどの経験を生かしてくれ。敵
敵に発見されないように立ち回るんだ。で、さっきの道。うわ、ビビってないし。戦いの基本は一通り伝えたが、一番大切なのは現場の判断だ。サポートは引き続き行うが、ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。自分の中に新たな可能性を感じる。ここはアプサラス。今のペルソナはやはり君には特別な能力があるようだな。どうする？いや、どうしよう。みんなで殴ればすぐに済む？ここはスキルしかできなかった。SP 使いたくないんだけど。この木を逃すな。蹴散らすぞ。行くよ。最後。おお。金。敵の消滅を確認した。よくやったな。さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。よし、そろそろ潮時か。この辺りで探索を切り上げよう。帰還するための装置があるはずだ。探してみてくれ。近くに階段もあると思うが、進むのは許可できない。上のフロアの探索はまた今度だ。あれ、あの宝箱、さっきのと少し違いますね。ああ、その箱は特殊な方法で施錠されたものだ。箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動させるにはあれがな。部屋で拾った白明のかけらが反応している。お前何それ？もしやで、その反応、白明のかけらを持っているのか。ひとまずそれを宝箱にかざしてみてくれ。そう。やるな。どうやら本物のようだな。それは白明のかけらといって、タルタルス内の装置に干渉できるものだ。タルタルスやシャドウのいた痕跡のある場所で時折見つかるらしい。今後も見かけたら保管しておいてくれ。シャドウのいた場所か。じゃあ部屋にいたんだね。主人公の部屋に。うわっ、機関装置を見つけたようだな。ではエントランスまで戻ってくれ。